追いかけ寄生植物のエヴァン・マシロです。前に作った透明感動画、あれ後から気づいたんですけど、透明感っていうよりはむしろ透明そのものだよね。なので今回はその応用編ということで、肌の透明感について考えていきたいと思います。透明感っていう言葉自体、そもそも定義が結構曖昧というか、いろいろひっくるめて透明感って言われている節があると思うんですよね。でも見た人がどう感じたかだから正解とか不正解とかはないんですけど、考えていく上では収集がつかなくなってしまうので、今回はエヴァが思う肌の透明感っていうことについて、できるだけ原理とか理屈に基づいて、ヘリクツじゃないじゃあヘリクツじゃないヘリクツもあるけど、なるべく理屈に基づいて紐解いていきます。あんまり自信ないけど、頑張ってみるので、ぜひ最後までお付き合いください。透明の時と同じで、要するに肌関連の光学現象を再現してあげればいけるんじゃないかと思うんですよね。ということで、整理をしてみましょう。まず、肌って厳密に言えば半透明の部類なんですけど、これはね、反射とか拡散みたいな現象が透明よりもちょっと複雑になるので、ややこしいんですよね。この肌の半透明さを実感する方法としては、暗いところで懐中電灯に手をかぶせると光が拡散する。あれでね、だいぶ不透明度は低いんだけど、透明の仲間であるっていうことが簡単に観察できます。で、まずはこの腕のような足のような肉塊にエヴァなりに透明感を表現していったものがこちらになります。まずはこの中で何が起こっているのか。内訳としてはこんな感じです。固有色、環境遮蔽、影、プラス SSS、低彩度な影、後期、リムライト。何のこっちゃなんですが、順番に解説していきます。固有色。これはまずはベースとなる色があるということですね。続いて、環境遮蔽。環境遮蔽ってすごい難しく書いてるんですが、要するに立体としての回り込みみたいなイメージですね。3D の世界だとアンビエントオクルージョンっていう超かっこいい言い方で表現したりするんですが、変身前に叫ぶ詠唱みたいだよね。環境光を遮ってできる陰影。イラストにおけるインクだまりみたいなのに当たるものと言えるかもしれない。続いて影プラス SSS で、そこに影が落ちると。で、サブサーフェス、つまり表皮の下で光が散乱することによって明暗の境界線には彩度の高い赤色が現れます。これがかの有名なサブサーフェススキャッタリングです。表面下拡散とも言いますね。これちょっと前に流行った表現なので知ってる人も多いと思います。光と影の境界線に赤みを入れる表現という理解で、十分ではあるんですが、せっかくなのでね、もう一歩踏み込んでいきたいと思います。なんで境界にだけ色が出るのかとか、普通の拡散とか散乱とは何が違うのみたいなことについてなりに考えてみました。光源と観測者がいて、ここに人体を模した断面としましょうか。ここに半透明の表皮があって、中には血とか筋肉とか赤いものが詰まっているみたいな。で、ここに光が当たると、表面はこんな見え方になるとします。で、ここで何が起こってるかというと、光は反射するものと浸透して中で散乱するものとで分かれていきます。光が十分に当たっているところは表面の反射が強く見えてくるんですが、側面に行くに従って光量が落ちてくることで反射で見えてくる色が弱まって、代わりに内部で散乱した光が見えてくるようになります。これが例の赤みですね。影になってくると、今度は光量が足りずに内部の光は出てこれなくなり、影色として色が出てきます。これがおそらく明暗境界部に赤みが出てくる理由なんじゃないかと思うんですよ。こういう原理を知っていると何がいいかというと、応用が効くようになると思います。例えば光の散乱のお話なので、首や腕などの太いところよりも耳とか指みたいに薄かったり細かったりするところの方がより強く散乱の現象が起こるということが想像できます。あとは表皮の薄い子供の方が大人よりも出やすいとか、あとは入ってきた光の強さが大事だから、この絵でいう左側みたいに影が徐々にグラデーションしていくところよりも
右側みたいに手前になんか物があって明暗がパキッと分かれるところの方がより赤みが強く出るということが推測できたりします。光と影の関係を原理として理解しておくと、シチュエーションが変わった時でも脳内でレンダリングしやすくなるのかなと思います。サブサーフェススキャッタリングについてまとめると、赤い色を帯びた光が内側から肌を照らすという現象なので、これがね、半透明の光学現象ゆえに、これを再現すると透明感を感じさせることができるというふうに考えると、納得しやすいんじゃないかなと思います。ちなみに、不透明なものでもなんか似たような現象は起こるんですよね。この写真は強めの西日が当たっている青い円柱なんですが、色をスポイトしてみると、明暗境界線の真ん中の青が一番サイドが高くなるんですよね。これは、この光が当たっている左の部分が若干白飛びしていて、逆に影部は光が足りなくて十分に発色ができなくなっている。なので、光量がちょうど良くなる。この明暗境界線のところのサイドが一番高くなるという現象になります。名前は、エヴァホライゾンって言います。おこがましいよ。もう絶対なんか名前あるよね。多分。で、これは、さっきのサブサーフェスの話とは、原理は違うんだけど、出てくる現象としては似てますよね。境界線のところに、ちょっとサイドの高い色が出ると。光学現象はこういうのがね、結構あるんですよね。で、それぞれ別個のものじゃなくて、重ね掛けをされていたりもするので、そこが厄介というか難しいところなのかなと思います。よくイラストとかでも、地面とか壁とか透けない服で明暗境界線に色がついているのは、これのデフォルメだとエヴァは思ってるんですけど、諸説あるので、真偽はわかりません。表現する上では、今自分がどっちをやっているのかというのを意識するだけでも、その表現に奥行きが出てくるかもしれませんね。話を戻します。今ね、ここまでやりました。続いて、低彩度な影。影に低彩度の色を入れてあげています。感覚的には、青みを入れるっていうこともあります。青っぽく見えるんですけど、色相的には全然青じゃないんですよね。色をスポイトしてみると、色相青に寄せてサイドを落とした茶色だというのがわかると思います。これは腕の静脈が青く見える現象と一緒ですね。静脈も青く見えるんですけど、実際は青じゃなくてサイドの低い赤。静脈錯視というらしいです。これは原理としては、本来赤黒い静脈が青く透けて見えるのと同じように、表皮を通過して赤黒い中身が透けていることを表現しているものだと思われます。光が弱くて表皮で反射しないから中身が見えるという現象。反射がなくなることで透過するという意味では、フレネル効果とも近いかもしれませんね。透けているものの現象だからこそ、これが適切に表現できると透明感をコントロールしやすくなるのかもしれません。この辺はね、もう本当に難しいと思うわ。続いて後期。これは夏の日差しとかスポットライトみたいに強い光が当たっているとき、反射光が強くなって、まるでそのもの自体が発光しているように見える現象です。これ自体は透明感表現ではないんだけど、現象としてはね、似てる透明表現があります。スマホのライトの上にペットボトルのポカリンを乗せると簡易ランタンになるみたいなライフハックありますよね。半透明なものって光を内部で散乱させるので、その現象も少し含みつつ、光が当たってるところを柔らかく光らせてあげるイメージです。エヴァはね、レイヤーモードをソフトライトにして仕上げにやりがちです。仕上げルーチンの時にも話しましたね。これは手軽に透明感が出る気がするので、おすすめです。最後にリムライトです。軽くリムライトという反逆光的な光を入れて光沢感を強調しています。光沢は透明感と深い関係があるので、こうやって補足的に使うことは結構あります。はい。透明感表現についての解説をしていきましたが、以上を踏まえて1枚イラストを描いていきたいと思います。やばい、解説に時間がかかりすぎたので、巻きでいきましょう。絵の透明感としては、水とか宝石とかガラスとか、透明なものを入れ込むことで、絵全体の透明感の底上げとかもできるんですけど、今回はテーマが肌ということなので、できるだけバフをかけるものは入れないでやってみています。
髪とか葉っぱにも光の散乱ってあるんですけど、エヴァの場合、インナーカラーで色がついちゃってるんで、ここら辺の説明はめちゃめちゃしにくいですね。はい、そうこうしているうちにできました。それでは完成したイラストを見ていきましょう。最近湿度も上がって暑い日が増えてきたので、髪が鬱陶しくて弱こうとしているエヴァ真っ白を描いてみました。フェチポイントとしては首からうなじ、耳にかけてのラインと髪のインナーカラーですかね。一見すると地味だけど、派手な内側が垣間見れる瞬間を絵にしてみました。でね、少しリアルタッチにしてみたんですが、よりしろちゃんは可愛く描けましたが、本体の存在がだいぶシュールな絵になってしまった気がしなくもないですね。肌の透明感と銘打った割には表現しきれてない気もするな。一応、今回解説した透明感表現はここら辺に入れてみました。結構普遍的な話をしたはずなので、夕焼けとか逆光とか、あとは強調を省略したりとか、条件が変わっても使えるのかなというところを意識してきたんですが、できてるかな？あとは例えば、写真とか自分の手を見て、こう当てはめてみたり、ここはこういう現象が起こっているからこんな色なのかなとか、なんでこういう見え方をしているんだろうみたいに、肌に限らず身近なものの陰影を観察してみると、きっと新しい発見があると思います。ということで、本日の動画は以上になります。参考になったと思ってもらえたら、チャンネル登録、高評価をポチッと押していただけると嬉しいです。それではまた次の動画で。バイバイ。陰影って本当に奥深いよね。